皆様こんにちは。今回は長野県小谷村です。今、JR 大糸線の中津駅前をスタートしました。まずはこれから百名山で人気の雨飾山の登山口である小谷温泉という峠まで走ります。道は長野県道114号川尻小谷糸魚川線。車道としてつながってはいませんが、終点は糸魚川市で、新潟側は県道225号で、同じ川尻小谷糸魚川線です。懐かしい。別の動画、道から眺める大糸線北の2番や、潮の道ドライブ10番で大糸線と並走した区間です。あらま。今日は第三ダム湖の貯水量が多いですね。土木遺産の RC ローゼケタ橋の姫川橋。ここですぐ左折すると姫川第三ダム。信号は国道148号との交差点、小谷温泉口。標高465メートル。今回動画のルートはこんな感じです。ちなみに、続きの次回動画はこんなルートです。さあ、青信号。国道を横断して一路小谷温泉へ。前方は中屋号山積トンネル、延長401メートル。わざわざ名阪でトンネル名の上に中屋号と表記するのも珍しい形ですよね。もともと中屋川に沿ったこの地は姫川沿いに街道などなかった古くから越後と信濃を結ぶ筑二街道が通っていて栄えていたからでしょう。その後、江戸時代に姫川沿いに本街道が整備されて物流のメイン街道ではなくなっても明治の大合併まで中屋号や中屋村という名に誇りを持っていたことでしょう。白岩トンネル、延長90メートル。トンネルを出ると白岩集落。分岐を左へ降りていくと黒倉集落の先に平倉城址があります。この先を通る潮の道筑二古道の歴史上、この城が武田軍によって落とされたことがこの地域にとってとても怖いことだったことでしょう。先ほどの潮の道ドライブ10番で城跡にも寄ってます。時間があったら見てみてください。平倉城へ火星に向かって古道の峠を越えていた上杉謙信の軍勢が燃える城を見て地団駄を踏んだ地など古道で多くの地点名になっています。まさにその時急いで越後まで走って上杉謙信の大援軍を引き連れて小谷へ向けて戻ってきていたのが小谷五人衆と呼ばれた土豪のうちでただ一人だけ武田氏と対峙していた男、潮の道西回り大所集落の始祖山岸文吾でした。そしてここを右折していくのが潮の道筑二古道。ここから大峰峠を越えて姫川本流に近づきます。というわけでここからしばらくはまさに
今走っている道こそが潮の道筑二街道の古道です。とにかく筑二古道は興味がつきません。もしお時間がある方は、眺めチャンネルの再生リストの潮の道ドライブ1番から13番をご覧ください。一度は歩いてみたくなりますよ。少し止まってでも、先行車と間隔を空けたいな、と思っていたら、次の史跡が見えました。右側にある石標です。先ほどの話の落城した平倉城主の墓所が坂の上にあります。さてここで潮の道筑二古道と一旦お別れです。潮の道筑二古道はこの市場で左折です。諏訪の御柱祭り前年に行われる梛鎌神事の重要なお役目がある大宮諏訪神社も左折してすぐの場所です。左折した先も先ほどの平倉城主の墓所も別動画の潮の道ドライブ11をご覧ください。さて平倉城主の墓の話ですが、当然戦国時代ですので、二印は敵方が持ち去るので、埋葬されたのは胴体だけです。それも武田軍にそれと悟られるように、墓石に刻んだ名前も微妙に変えて、地元の民が埋葬していたのを寺の住職が不憫に思い改装したものです。武田氏は地元にとって相当に怖かったのでしょう。それにしても筑二古道は江戸時代に姫川沿いに整備されたいわゆる本街道とは違って、古い道だけに歴史的な話が盛りだくさんです。有名な敵に塩を送るあの話。上杉謙信と武田信玄の時代には、越後と信濃を結ぶ筑二街道は、蝶のつく暴れ川であったところの姫川沿いではありませんでした。その時代は現在の筑二古道を使っていました。上杉謙信が止めなかった塩の交易は、いわゆる本街道でなく古道で行われていたわけです。と思うと、敵にしようと聞いただけで、頭に浮かぶのは、姫川沿いの本街道の景色ではなく、里から遠い山深い中を行く筑二古道の景色なわけです。冒頭でもお話ししましたが、この動画の続きは湯峠から天飾山の小網登山口を経て
姫川温泉経由で JR 平岩駅まで降りますが、途中で鳥越峠越えの筑二古道と、尾網峠越えの筑二街道、いわば後期の本街道、この2本の道と交差します。続編の動画もぜひご覧くださいませ。昔の街道の山奥さ加減を実際に見て知ると、当時の旅の大変さと同時にその時代の人々の健脚さにも驚かされます。さて、国道148号を横断してから、最初は中谷川の左岸を長く走り、一旦右岸の道になりますが、つい今しがた、また道が左岸に移りました。地図など見ていなくとも、これで、小谷温泉が近いわ、ということを知ります。笑い。さて、道門が見えてきました。これから小谷温泉まで次々と道門が現れます。これも小谷温泉が近いというさらなる合図です。左前方に国立公園の看板が見えてきました。前方の中腹に小谷温泉山田旅館の建物、そして小谷温泉大橋。建物が近づいてきました。山深さをひしひしと感じますよね。まず最初の建物は外湯でもともとは別旅館。その奥からが昔からの山田旅館。江戸、明治、大正、平成と各時代の建物が軒を連ねています。
江戸時代建築の本館をはじめ木造建築6棟が文化庁の登録有形文化財。一軒の旅館が雪の多いこの地でこれほどの建物を維持していくのはさぞかし大変なことだろうと思います。すべての物価が高騰するこの時代、頑張ってほしいです。たまには温泉と歴史とロマンを感じに、山には登らなくても温泉は裁縫したいものです。バス停雨飾高原とトイレがあります。このカーブの右側が雨飾高原露天風呂。そして見えてきたのが雨飾荘と林道妙高小谷線の右分岐。標高983メートル。湯峠は直進です。ここもまだまだ県道114号線ですが、先ほどまでより一段道幅が狭くなった感があります。しかし湯峠までは完璧な舗装路ですし、対向車とのすれ違いに窮するような狭さではありません。路肩も比較的ゆったりしっかりしています。ここで一瞬おやと思いましたが、県道とは関係のない工事でした。どことなく木々の葉先が秋色の始まりを感じさせませんか。紅葉の雨飾山。
もうすぐですね。ここを右折で、雨飾山の登山口、雨飾高原キャンプ場。左端に雨飾山。登山口の標高1150メートル。雨飾山の山頂1963メートルまで。標高差813メートル。所要3時間半かな。続きの次回動画で立ち寄るところの尾網登山口は標高920メートル。標高差1043メートル。所要は4時間弱かな。雨飾高原からの方が高度差が少ないし、布団菱の眺めも良いし、駐車場とキャンプ場の設備も整っているし、温泉も近いしと、都合が良いことだらけなので、どうしても皆さんここから登りますよね。でも雨飾山が気に入って、2度目、3度目となったら、ぜひ北側の雨飾温泉からや、本動画の続きの次回動画で夜、尾網登山口からも登ってみてください。雨飾高原からとは違った景色で、静かな雨飾山が楽しめます。さてさて、そろそろ。はい、見えました。左分岐が鎌池の入り口です。紅葉の季節による人が多いです。さて、話は戻りますが、北側の雨飾温泉登山口からだと、登山口の標高880メートル、標高差1083メートル、所要は4時間。尾網登山口より少し低いのですが、距離が短いので所要時間は同じ程度です。ちなみに北側の雨飾温泉へは、別動画雨飾温泉への道をご覧ください。
前方に高い部分が見えなくなってきたので、そろそろ峠です。さあ、間もなくです。次回の続き動画もぜひご覧くださいませ。今回のゴール、湯峠に到着です。舗装が途切れます。ご覧いただきありがとうございました。